これは何なんですかこれ。インプットがすごい。そこそこでかいじゃんこれ。エブリィでポータブル電源を充電するためにこれを装着しようと思います。1キロワットもいらないんだけど、相当大容量の走行充電ができるらしいです。走行充電ってのはね、ホタ電の課題ではあったんだけど、基本的に家で充電して旅に持って行って、で充電が切れたら終わり、そういう使い方だったんだけど、これで走行充電ができるようになったら 1000Wh とか 2000Wh クラスのポータブル電源を無限に充電しながら旅ができるっていう理想形に近づきます。300W クラスのポータブル電源だったらサブバッテリーからインバーター経由で充電しながら使えるんだけど、大容量なポータブル電源になるとそうもいかないんで、もしこれがしっかり使えたら強力なアイテムになりますね。プラス側のヒューズの替えだね。取説は DJI の公式サイトからも落とせます。こういう感じです。ここからここまでで21センチぐらい、装着部分含めたら23.5センチ、幅10センチ、高さは8センチ。12V システムで11から 14.4V 充電電圧で最大 1000W なんで、 14V とするとだいたい 70A ぐらいの電流が流れることになります。サブバッテリーの走行充電器は 40A だから、40と70足したら 110A になっちゃうんで、いくら強化オルタネーターを積んでいたとしても、もしそんなに使ったらキャパオーバーになります。これで充電するポータブル電源も DJI さんから提供いただいてるんで、それはちょっと後で登場します。これの使い方はプラスとマイナスを車のメインバッテリーにつなぐだけで、反対側 XT90 の端子がここから出てってポータブル電源にぶっ刺すと。今のところこれがついてるポータブル電源って他ではないから、 DJI のポータブル電源で使える感じ。ここから他の汎用的な端子に変換するケーブルがもしあれば、他のメーカーのポータブル電源にも使える可能性はあると。これつけるわ。おお、意外と小さいんやけど。これ走行充電器。バッテリーにつなぐだけだから多分一瞬で終わる作業自体は。床下の端っこに設置します。テーブルの上にこいつを置いて充電できるような。これよく見たらパワーのオンオフができて、これでオンオフで、びっくりしたのが車のメインバッテリーをポタ電から充電することもできると。もしバッテリーが上がった時とか、これで逆充電したらバッテリー上がりも解消できる。結構すごいやつだ。今回使用する DJI のパワー1000 V2 を簡単に紹介します。容量が 1024Wh、サイズは 23×44.5×24 センチ。天面がフラットになっていて、全てのポートが前に揃っているので使いやすいです。最大出力はなんと 2600W、満充電まで56分、80% まで37分、かなり充電が早いです。びっくりするぐらい頑丈な作りになっていて、車で乗っても大丈夫です。最大1トンまで耐えられます。今回はこのポータブル電源と走行充電器を使って釣り車中泊に行ってみます。ベルトで縛って、
初めての場所なんだけど、思ったより人が多いな。8月の中旬、車内温度 27.4 度、湿度 53%。ボート積んで釣りをします。で冷蔵庫2個持ってきてるんだけど、こっちはマイナス10度で保冷剤とか、席に置いてるのが冷蔵庫。とりあえず飲もう。夏休みだから、学生さんとか夏休み乾杯。暑いな。今回は DJI のパワーセン V2 っていうポータブル電源を持ってきました。来る前に走行充電器つけたんだけど、一旦走行充電しないでそのまま持ってきました。残量 58%。初めてポタ電をベルトでテーブルに固定して走ってきたんだけど、ほぼずれずに来たんで、ここに固定しちゃってもこのままで旅できそうですね。冷蔵庫にあった残り物の焼きそばを持ってきました。これで AC がオンになる。これね、確かね、何ワット使えんだっけ？相当使えんだよ。2600ワットぐらい使えんだよな、確か。なので、楽勝で IH も使えちゃう。57% スタートだったけど、どんぐらい減るかもちょっと見ていきます。家の冷蔵庫にあった野菜切ってきました。俺野菜多いな。ネギとゴーヤと人参、あとオクラもじゃん。トマトは普通に食べる。想像以上に具沢山になっちゃった。めっちゃ熱くなってきた。魔法の粉を。しゃあ完成。57% から47% に減ったね。いただきます。チェルシークリスタルパレスがプレミア開幕乾杯。65分でやったらボール持ってるんですよ。はい。ここはチェルシーフォームなんで。構想はやっぱりチェルシーが持って。フリーキック入った。うお。
メだこりゃ。終わった。今日は釣りはきついです。一晩中この換気扇をつけてスマホの充電もして 26% になりました。それ何も混ぜないで食ってる？うん、新しいご飯入れた。ああ、フレッシュなやつは食いがいいもん。狭っ。今1年で一番暑い時期なんで、昨日はまだ風があったから良かったけど、それでもきつかったからな。勝浦の東灘酒造、明日こそ早起きして釣り。10時52分、結構早い。この一杯飲んで寝よう。まだ暗いな。筋トレやんこれ。やばいね。初めて来たんですけど、思ったよりきついです。帰りこれエンジン別で持ってかないとやばいね。これやばいかも。やばいねこれ。2馬力ボートで来るところじゃねえな。重すぎ。帰りが無理かも。これは何なんですかこれ。お、奥
さああ、ペンペンだおお、そこそこでかくねこのペンペン一頭でオスだったら持って帰ろう。一頭目ペンペンじゃん。このモヤモヤが何なんか気になるけどね。ちょっと切られないようにあれしよう、ドラグ緩めにしよう一頭目フォールペンペン、本命はサバカソーナなんだけど、そこそこでかいじゃんこれ。いや、スレじゃねえかこれ。引きがスレっぽいけどな。すげえ。すげえ、全然上がってこない。おお、最後ジャンプでバレた。垂直の崖に見えるんだけど砂浜が。やばいやばい、横にある。砂浜をね、ここまで駆け上がるの絶望的にきついんで、一旦重い荷物をこの辺に寄せてから、ほらやばい、筋トレしに来たようなもんだね。着いた。ハンド、おー、リーズ勝ったんだ。すげえ。釣りしないでサッカー見ときゃよかったわ。
今 20% になってる。 DJI の走行充電器オンにします。走行充電しながら帰宅します。 20% から何パーまで増えるか、運転中に何ワット出るかも気になるんで見てみます。エアコンがついてるとコンプレッサーが回ってる瞬間はゼロになる。コンプレッサーが止まってかつエンジンの回転数が高い時だけインプットが出る。サブバッテリーの方もアイドリングで 300W、 多分走ってると 500W くらい出る。こっちの方が多分敷地が低くて優先されるんだろう。冷房入れてもそこそこ充電されてたのは多分うちのサブバッテリーが終わったんじゃねえかな。ほらサブがこっちが 100% になって多分余剰電力ができたんだ。だから冷房入れてても充電してんの。熱はそんなに熱くなってない。これね、これ大丈夫だわ。なんと家に着いたら 100% になってた。すごい素晴らしい。走行充電最高だわ。多分ね帰りずっと 500W 台で高速で充電してたんで3時間ぐらい 20% から 100% になりました。ブラボー。これちゃんとケーブルにカバーついてるのにね。飯もしかして。あと15分ほどで。オッケー。ちょっとこれ使いたくてね。それを取りに来た。病み上がりで咳だけ残ってる状態で喋ると咳が出やすいからなんか真面目な感じの喋り方になっちゃってるけど、本当はもっとテンション上げていきたいんですけど、バッテリーのプラスマイナスの端子にケーブルつなぐだけなんだけど、エブリィが結構クセ者でバッテリーの場所がこんな変なところにあって、やべこれ舐めちゃう。もしかしてあ、やばいかも。これ開けらんねえかも。ネジの固定やめよっかな。マジックテープとかにしよっかな。絶対この次の冬とかで錆びるもんね。錆びてんじゃんネジ穴。錆びまくってるわ。ネジこれやめた方がいいわ。めっちゃ汚れてんじゃん。マイナス端子のボルト錆びまくってんの。なんかこれ変えようと思って部品買ったけど合わなかったんだよな前。10分ぐらい経ったかな。サブバッテリーの走行充電プラスで DJI の走行充電器これつけるんで、プラス端子から取るケーブルが増えるんでターミナルを追加して配線をスッキリさせてみる。このマイナス端子のサビはここの部分は諦めたけど、ボルトが接する部分は表面だけでもサビを取っとかないと多分まずいんで今やってます。こんな感じで電源取り出しターミナルをここに別付けできました。仮つなぎ、これ仮つなぎでどんぐらい充電できるのか試してみます。ここプラスドライバーでつなぐんだね。穴の大きさが違うんだ。プラスとマイナスで間違いないようになってんだ。素晴らしいね。
マイナスつけたこの 1000W のカーチャージャーは Only to SDC って書いてあるんで SDC こっちがライトでこっちが SDC なんだけどこっちにつなぐで正解っぽいです。つないでほんでエンジンをかけたら本当に充電されるのかっていう。お、勝手についたね。インプットがすごい。500ワットいったね。アイドリングで350ワット。サブバッテリーの走行充電も同時にやってて、こっちも500ワット出てるんだ。動作確認はできたんで、ケーブルをどこに通すかちょっと考えて配線します。ここがバッテリースペースで、こっから下ろしたんですよ、ケーブルを。こっから車内に取り込めるんで、このゴムをちょっと拡張してここにケーブルをねじ込んでいきます。関係ないんだけど、久々に下潜ったら FF ヒーターの吸気が外れてたんで、ここに乗っかってる状態になってたんで直しときます。両面テープの接着が軒並み外れちゃうんだね。こんな感じで引き込みました。結束バンド1個固定して FF ヒーターの吸気も固定し直しました。やっぱ定期的に下回りとか点検しないとこういう不具合がちょいちょい出るんで重要ですね、たまに潜るのは。この隙間から出してこの床下のこの辺までケーブルを持ってきて、ここにあれを設置しようと思います。カバーがターミナルと干渉してたから削って収まるようにしました。配線はね、特に結束バンドとかで固定しなくても問題なさそうなんで、このままいきます。このまま置いとくだけ。ネジで締めたら固着してまたダメになっちゃう。予備のヒューズ絶対忘れそうだから動画に残しておくけど、ダッシュボード入れておきます。臭いこれただいま。サバが1匹釣れたじゃないか。いや、本当にソーダガツオ爆鳥の予定だったんだけどね。